こんにちは、山田幸子です。私のチャンネルでは水彩画に関する動画や猫の描き方動画をアップしています。さて、今回はお座りのポーズを横から描いてみようと思います。座るポーズは初めの頃に何回か描きましたが、今回は横から見た図を描きます。特にこの畳まれた後ろ足がどうなっているのか分かりにくいと思うので、簡単に骨格を解説しながら進めていきますね。下書きで形を整えてから色を塗って完成っていう流れになります。気になる部分だけでも見てもらえたら嬉しいです。それでは行ってみましょう。まず下書きは全身の当たりを取るところからスタートします。写真を参考にすると描きやすいですが、写真がなくても大丈夫ですし、実物の猫を参考にしていただいてももちろん OK です。耳の三角形以外は丸い形を使って当たりを取ります。リラックスして気軽に描いてみてくださいね。まずなんとなく画面のこの辺に全身が入るなとイメージしながら、頭、そして体、まるっと大きく描いてしまいましょう。今回左向きの猫ちゃんなので、この体の左の方に腕、体の丸い線に寄り添うような形でですね、描くといいです。そして腕の先にちょこんと手をつけます。反対側も見えている場合があるので小さく付け足しておきますね。そして右の方に腕よりもやや大きめに足、その下に平らな楕円形で足を描きましょう。だいたいこの辺がお尻になるので、お尻の先から細い尻尾が出ています。で、このまるっと盛り上がった足の部分がどうなっているのかっていうのってちょっと分かりにくいんですけれども、簡単な骨格を説明するとですね、頭があって、でその下に首、そしてこう腕につながって、でお手手と。で後ろの方が背骨がぐーっと出ていって、でこの辺りに骨盤があって、でこのまるっと盛り上がった部分が太ももになります。そしてここがかかと。ちょっとやり直しますね。さっき描いた楕円形の足の付け根あたりがかかとになって、そして足になります。ちょっと間違ってるところもあるかもしれませんが、ざっくりと骨格を説明するとこんな感じになります。ここのあたりの構造ってちょっと分かりにくいかなと思ったので軽く説明しました。簡単にでも体の構造を頭に入れておくとより描きやすくなると思います。頭に戻りまして、頭の上から三角形の耳を生やしておきましょう。この時平面的に生やすのではなく、立体感を意識して球体にくっついているようにつけるのがコツです。で、このまま顔のパーツのあたりも取ります。ちょっと見えづらいので、もうね、骨格を消してしまいます。この頭の丸を4分割するように十字の線を引きます。左向きの横顔なので、左下に半円形のマズルをポコッとつけます。このポコッと出たマズルの先に鼻があります。鼻の下に口、そして鼻の延長線かつ横線の上に目があります。だいたいこのあたりですね。おひげは目の上らへんと、この口の横の膨らみから生えています。顔の描き方についてはこちらの動画で詳しく解説しているので、もし気になった方はチェックしてみてくださいね。これでざっくりした全体のあたりが取れました。いろいろ線が重なってよくわからなくなってしまっているところを一旦消しゴムで消して整理します。残しておきたい線は消さずに取っておいてほしいので、特にこの作業が必要ないっていう方は飛ばしてしまって OK です。では、当たりを元に猫らしい形にブラッシュアップしていきます。首から肩、そして背中にかけての丸みがポイントです。首で一区切りついて、肩が小さく盛り上がっていて、背中は緩やかな曲線を描いています。後ろ足が畳まれている部分は皮のたるみに隠れていますので、骨格を意識しながらもおおらかにふわっと太もものラインを描いて、足は太ももに隠れるようにしてちらっと覗かせるといいです。それから手足の間隔を気持ち狭めにするとより猫っぽくなります。
感じで下書きができました。ここからは色をつけていきます。モノクロのままでもいいんですけれども、せっかくなので水彩絵の具でさっと塗りたいと思います。もし色を塗る方はどうぞ皆さんお好きな画材で塗ってみてください。流れとしては全体的に色をつけた後、一度乾かして縞模様だったり毛色の濃い部分を塗って徐々に細部を仕上げていきます。こんな感じで横から見たお座りポーズが完成しました。動画良かった、参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。横からは正面よりも難しそうなイメージですが、実際描いてみると結構簡単に描けるのでチャレンジしてもらえたら嬉しいです。最後まで見てくださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。